今日は V4.5 で効果が強化された前衛音楽、実験音楽のスタイルを解説するよ。このチャンネルでは過去に2回ほど現代音楽をテーマにしたことがあったけど、現代音楽関連のスタイルは V4.5 で効果が改善されたものが多い。そして新たに効果が出るようになった。スタイルもかなり増えたよ。だから改めて現代音楽を解説するよ。現代音楽は大きく分けて2種類ある。アバンギャルド、前衛音楽とエクスペリメンタル、実験音楽の2種類だよ。アバンギャルドはもともとは軍事用語で、本体に先行して偵察を行う部隊のこと。音楽の世界では現代の主流の音楽よりもより未来的で斬新な音楽のことをこう呼ぶよ。音楽の世界では不協和音が強くなるほどより高度な音楽だとされる変な風習がある。なぜそうなったのかを説明するととんでもなく話が長くなるからやめとくよ。つまり現代よりもさらに未来の音楽はおそらく強烈な不協和音を使うだろう。音楽のアバンギャルドはそんな発想で作られたから強烈な不協和音が特徴だよ。普通の人はその強烈な不協和音を聞くと音を間違えたように聞こえるかもしれない。エクスペリメンタルは普通の音楽とは全く別の方法で音楽を作ろうとする試み。例えば楽器をあえて変な方法で演奏してそもそも楽器を使わないって発想をする。だからエクスペリメンタルは普通の音楽では使わない変わった音が多用されやすい。普通の人がエクスペリメンタルを聞いたら音楽だと思えないかもしれないね。スノの V4.5 はこのアバンギャルドとエクスペリメンタルの特徴がよく出るようになった。ということでこの2種類のスタイルの特徴を実例で聞いてみよう。星空の下で夢を描く遠くで誰かが歌ってる。明日がどんな色でもいい。よくわからないけど笑えるこの世界アバンギャルドとエクスペリメンタル両方の違いを聞き比べてもらったよ。エクスペリメンタルは特殊な音は使うけど主流の音楽を否定するジャンルではない。だから一般的なジャンルと混ざると音色は特殊だけど案外普通の曲になるよ。特に強い残響音をかけた浮遊感ある音とノイズ音はエクスペリメンタル発祥だけど現代では主流の音楽にも使われるから
あまり特殊な感じは受けない人も多いかもね。逆にアバンギャルドは主流の音楽を否定した強烈な不協和音が特徴だから、一般的なジャンルと混ぜたとしても一般的に理解できない不協和音は残っちゃう。だからエクスペリメンタルと比較するとアバンギャルドは使いにくいスタイルだね。でも適度な不協和音は音楽に必須。不協和音は音楽で一番重要な要素なんだ。だからアバンギャルドを使いこなせると音楽の幅が広がってとてもいいと思うよ。動画の後半は前衛実験音楽に影響を受けたいくつかの音楽ジャンルを紹介していくよ。マスロックは実験的な手法で作られた変拍子と不規則なリズムが特徴のロック。ただ楽器編成はかなりシンプルで特殊な音色はあまり使わない特徴があるよ。デコンストラクテッドは主流の EDM を否定する前衛的な EDM ジャンルの一つ。特にリズム面が非常に不規則になって EDM なのに踊れない乗れない曲になる。ジャパノイズは名前の通り日本生まれのノイズ音楽のジャンル。ノイズスタイルの曲調と比較すると効果音的な高音が多めのノイズ音楽になるよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲調になるか実例を聞いてみよう。前衛実験音楽に影響を受けた3種類のジャンルの曲を聴いてもらったよ。前衛音楽も実験音楽も主流以外の音楽を作ろうとする試みだから、普通の人はその音楽を聴いても普通ではない変な曲に聞こえてしまうかな。だからまあ変な曲を作りたい時以外はあまり役に立たないスタイルになると思う。でも特に AI で曲を生成する場合は普通の曲を作っても普通の曲にしかならない。曲のどこかに特有の個性がないと
全部似たような曲になってしまうよ。曲に個性をつける手段として変な要素を入れるのは悪い選択肢ではない。前衛実験音楽のスタイルはうまく使えば強烈な個性を出せるよ。いろいろな組み合わせを実験してみれば自分だけの音楽を作れるかもしれないね。それじゃまたね。